高島ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は福利厚生として奨学金代理返還を導入する企業が増えてきている件について話していきたいんやけど、Yahoo のニュース記事にあって、企業の奨学金代理返還制度が人材確保の切り札にという記事があったんやけど、企業が学生の奨学金を肩代わりする奨学金代理返還制度が福利厚生として注目を集めています。人手不足の売り手市場で企業が優秀な人材を確保し、早期離職を防ぐための重要な手段となりつつある。この制度の概要とメリットなんやけど、まず学生の負担軽減っていうのが挙げられとって、奨学金の平均借入額っていうのが約313万円らしいんやけど、それを入社後に企業が機構に代理で返還する仕組みがこの制度のことなんね。それで若手社員は返済負担がなくなって、実質的な賃上げ効果を得ることができると。で、企業のメリットとしては、企業は代理返還費用を経費にすることで課税優遇を受けられる。で、また就職活動では学生への強力なアピール材料となって採用競争で優位に立てる。で、実際に制度利用者の離職率は若手社員全体より低いという声も出ていることから、実際効果が現れとると言えるよね。企業が奨学金を肩代わりしてくれるってことやんの？そう。今まで基本的に奨学金は自分個人が払ってかなあかんのを入社した企業が負担してもらえるっていうイメージかな。で、実際にこの制度を導入する企業は増えとって、2024年10月には2587社やったんが、2025年6月末は3721社まで増加しとるので、特に人手不足が深刻な飲食業や建設業での導入が目立つと。具体的な導入事例として、蕎麦屋チェーンのゆで太郎が1年間で最大144万。で、建設業の日本国土開発は8年間で最大96万を代理返還する制度を導入し、人材確保や離職防止の効果を実感しとる。全額じゃないんやな。そうなんよね。企業によって上限があって、なかなか全額負担するっていう企業は調べたけど、あんまりなかったな。で、そもそも、奨学金についての説明なんやけど、奨学金とは経済的な理由で進学が困難な学生を支援するため、学費や生活費を貸与または給付する制度のことです。奨学金には返済義務のある貸与型奨学金と返済不要な給付型奨学金の2種類があって、一般的な奨学金の種類や進学先、通学形態によって異なるんやけど、第一種奨学金っていうのが無利子なんやけど、大学で自宅外通学なら月額5万1000円が上限なん。で、第二種奨学金が有利子なんやけど、月額12万が上限なんね。で、第1種と第2種を併用することができて、この場合だったら最大で月に18万4000円を上限として借りることができる。これが成績のいい悪いで無利子か有利子か決まるよな。そう。成績がいいと、だいたい1種。俺も借り取ったからな。わかるわ。俺も。でも俺らは第2種やったよな。そうやな。成績悪くても、1種を希望するか2種を希望するかって高校卒業前に決めれるんやけど、もちろん1種がいいからさ、1種希望しようとしとったら、無理しやしな。お前の成績では、まず確実に1種は無理やから、で、その状態で1種希望すると調子乗っとると思われて2種も落ちる可能性があるとか言われて。それやったらもう最初から2種を第一志望としてやれって言われたな。実際に言われとるのが国公立大学の約4割の学生が奨学金を利用しとる。で、私立の場合やったら、50.8%、約半数が奨学金を利用しとるってことから、大学に進学するにあたって、奨学金っていうのはもう必須になってる現状が見られるよね。はいはい。だからそれだけに、この奨学金を会社が負担してくれるっていうのは、結構画期的やし、すごいことやと思うね。確かによく言われるのは、やっぱ奨学金借り取ると、借金を抱えた状態で社会に出ることになるからな。言うてな、奨学金っていう名の借金やからな。それの負担が大きすぎるんじゃないかとよく言われるよな。奨学金代理返還制度の、課税などのメリットの話をすると、まず所得税が企業が従業員に代わって直接公的機関のジャストに送金する場合、原則として従業員の所得税は非課税となる。で、法人税に関しては、代理返還費用は給与として損金参入できるほか、賃上げ促進税制の対象となって税額控除を受ける場合があると。で、社会保険料の面では、代理返還による返還金は原則として社会保険料の誕生の元となる報酬には含まれない。ただし、給与規定などによっては、給与の管理支援を行う場合は報酬に含まれることがある。で、これは企業によりけりなんやけど、だからこういう課税の
まあ話になっても、企業としてはやった方がいいとは言われとんの。しかも、所得税もかからんから従業員にとってもメリットあるし、社会保険料の算定に含まれやんねやったら、健康保険料って労使折半しとる分もかからんってことやから、まあ双方にメリットはあるよな。で、まあこの制度が結構認知される前の話なんやけど、会社が奨学金負担しますって言って、給料に上乗せして従業員に渡すっていう会社もあったらしいよね。ただその場合やったら、結局給料全体から所得税が引かれたりして、丸々もらえるっていう感じじゃなくて、税で引かれるから損しとんのね、従業員側も。ただ、この奨学金代理返還制度は、月に決められた金額をそのまま返済に充てることができるから、一銭の損もなく、ロスがないわけや。引かれる分がないってことそう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 。という面から、まあ結構重宝されてるっていうのが、まあこのヤフーニュースの記事なんやけど、我々もさ、まあ、奨学金を借りて、今、返済中やな。毎月払っとるわけやんか。で、俺の場合はさ、もう奨学金2種のマックスの12万借り取ったわけやから、毎月2万ぐらいをもう40近くまで払わなあかんためになっとんのね。まあ自業自得なんやけど。そう考えると、この代理返還って最初聞いた時はめっちゃええなと思ったんよね。いいよな。だって、本来やったらさ、まあ2万月々返し取るとしたら、その企業が代理返還してくれりゃ2万手取り増えとるのと一緒やからな。そうそう。ないんやけど、まあ、よくよく考えると、なんかわざわざこれがあるからって、その会社に就職活動の段階で入社する決め手っていうのも、腑に落ちんっていうかさ。まあ、あくまでも、その入社後とかに補助的に、会社が、まあ、負担してくれるって助かるっていうぐらいの気持ちでおった方がいいなと思って、この代理制度のせいでさ、まあ、辞めづらかったりさ、したら元も子もないしさ、まあ、極端な話、この代理制度があるからって、自分の入りたい会社じゃないところに入ったら、生涯賃金が変わって、本来もっとこんな制度使わんでも稼げるぐらいの額を、もしかしたら稼げる可能性を潰しとることにならんのかって思って、結構考えようやなと思うよね。奨学金の代理返還があるかどうかを条件に探す学生がおったらっていうことやんな。そう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 。そんなやつおるんかな。いや、わからんけど。でも奨学金の代理返還を、それありきで生計の家計を組み立ててしまうと、やめるやんくはなるよな。うん、そう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 。それはどんな手当とかでも一緒やけどな。住宅手当とか、扶養手当とかそういうのも、まあ一緒といえば一緒やけどな。社宅とかな。でもこれ借りてない社員はさ、代理返還されやんわけやから、単純に手取りが少ないってことやんな。その借り取る社員と比べたら。うん。それはまあ不公平っちゃ不公平やけどな。奨学金を借りてない人は来やんくなるんじゃない？逆に、その会社には。そう可能性は出てくるな。逆に奨学金ばっかり借り取る人が集まる会社にもなるかもしれん。ああ、そうだな。なんか新入社員のうちってやっぱさ、基本給与にさ、あんまり差はないからさ、たとえ2万でもやっぱ大きいやん、差がつくと。大きい大きい。だからなんかそこで結構不公平感を感じるってなって、やっぱり奨学金借りてない人来なさそうや。本来やったらな、自分たちに公平にな配られるはずのお金やからな。分配されてるはずのお金。極端な話さ、この奨学金の集めとるプールしたお金で、他の従業員にボーナスとかで還元できる可能性もあったのに、この制度を利用しとることによってお金をそっちに分けなあかんくて、本来得られるはずやったお金が還元されん可能性あるからな。そうやな。だからこれを求人の人材確保の切り札にしとるような会社って結構それぐらいせな人が集まらん会社ってことやんな。他の手当もさ、通勤手当とかもさ、まあ、住んどる場所によってさ、手当のが変わってくるから不公平といえば不公平やから同じなんやけど。でもこれは結構目に見えてさ、明らかにお金の流れがわかるから、理不尽っていうか、借りてない人からすればっていう話やけどな。じゃあまあそうなると、いわゆる奨学金を借りないと大学に行けやんだような貧困家庭の学生ばっかりが入社してくることになるんか。そうなるな。賛否あると思うけど、親の収入と学歴には相関関係があるってよく言われるやん。一般的にな。はいはい。だから、高収入の親の子供は学歴高いとか、やっぱ賢い子が多いっていう。しょうがない。だってもう、塾とか行けるもん。受けられる教育とかな。そういうのが違うし。っていうのがあるから、その相関関係を持ち出すんやったら、貧困家庭の子供たちっていうのは、富裕層の子供よりは、能力の低い学生が多くなる可能性は高いよ。学生の質が低くなる可能性はあると思うな。言葉選んで言っとるけど今。でも、これを言っとんのが、奨学金を借り
とる俺らやから。まあそうだな。自分らの首を絞めとることにもなるから。自虐やな、いわゆる。まあでもそんなでも、ちゃんと4大出て、一応ちゃんと就職して、まともな会社には入っとるから。一概には言えんけど、今ってもうほんとピンキリやから。でも現にさ、この奨学金代理返還を導入しとる企業でさ、あんま有名な企業って出てこやんな。人気企業やっぱ出てこやんからさ。そうやな。そういうことなんじゃないのやっぱり。人手不足ってことじゃないの。根幹ってなるのは、人材が集まらんから、なんとかしてっていう苦肉の策でやっとるっていうのも、まああると思うよ。別に奨学金借り取る人みんながみんな質の低い学生だとは絶対思わんけど、奨学金ってな悪いものと思われがちやけど、実際にはさ、家が金持ちでもさ、借りれる分は借りとけっていう、ほぼさ、審査なしで超低金利で借りれる、あわよくは無利子で借りれるような借金やからさ、結構賢い家やと、もう借りれるもんは借りとけみたいな、もう。実際、大学でもおったんよな。そうそう、だから、家さ、すごいボンボンの子とかおったんやけど、実家めっちゃ太い子とか、大学入学して、最初の年に高級会社、親から買い与えられるような学生とかでも、奨学金借りたりしとったから。大学はな、おるよな。そいつは無利子やったけどな、成績いいから。ああ、さすが。親が奨学金の制度を理解した上で、借りさせとるわけやん。実際にはその奨学金はもしかしたら親が返すんかもしれんけどな。そんだけ金持ちの家やと。奨学金の引き落とし口座が親の口座になってる可能性があるってことか。羨ましいな。そんな許せやんよな。嫉妬やわ。奨学金自体は自分が使って、で、返済は親に任せるって、そんな親ガチャありますか？話変わるけど、一番実感するのは大学になってからやけどな。ああ、その親ガチャをってことやろ？うん、そうそう。そうやな。なんかこんなに経済力に差出るんやなと思うよな。大学入った時に気づくよ。バイトしてないくせにやたら遊んどるやつとかもおるしな。車乗り回しとるとか。どっから金湧いてきとんねやっていうやつもおる。でも俺は奨学金借り取ってよかったと思うけどな。奨学金で実際な助かっとるわけやからな。てかまあ奨学金なかったら俺の生活は成り立ってなかったな、大学生活は。社会人になってからも、俺奨学金の返済があるっていうことを言い訳に、会社の持ち株会とかを抜ける言い訳に使ったりとか、あと会費制の飲み会とか断ったりしとったわ。ちょっと奨学金の返済苦しくてとか言って。何かと口実にはできるよな。まあ実際俺は奨学金の返済で生活今苦労してるわけではない、苦労してはないけど。言うて月1万2万やからね。そうやな。でも、それでも苦しい、その社会人。まあ若いうちは、そうやな。1年目、2年目とかやとおると思うから、こういう制度は会社と労働者双方にメリットがあるからいいんじゃない？そう。この会社の制度プラス、自分でも返済をできる仕組みやったら、当初の返済年数よりもかなり短縮して完済できると思うから、人生においてもすごいメリットになると思うから、まあだから個人的にはこういう企業がもっと増えたら、それはそれで労働意欲っていうか、ちゃんと社員もついてくるし、まあさっきもあったけど、なかなか辞めん、離職率が低いっていうのが売りになってくるんじゃないかな。これでも額面には乗ってこやん給与、収入になるからさ、課税的にはメリットあるけどさ、やっぱなんか転職とかは不利になるかもしれんわな。年収ってくくりじゃないからな。前の会社の給料をベースに転職の時って交渉をするから、実際には代理返還があるからもっと収入は高いはずないけど、源泉徴収票に乗ってこやんから、まあ、次の会社でもあんまり高い給与が提示されやんっていう、まあそういう意味では退職を妨げる要因にはなるかもしれん。その会社に縛られるっていう。はいはいはい。まあ、そんなに、あれか、ビビたるもんといえば、そんなに大きい金額だね。せやな、さっきの話やったら、ゆで太郎で144万か。うん。まあ年間20万もないぐらいやから。せやな、8年間で144万やったらせやな。でも、これ全額、その8年で辞める人もおりそうやけどな。確かにな。まあ別にでも途中で辞めたからって、会社が返済した分を会社が、やっぱ金返せっていうのは、労働基準法的にはアウトやから、そういうことはされやんっていうことらしい。あ、さすがに。いや、どこまで本当かわからんけど、俺も調べとって、辞めた瞬間に今まで払っとった奨学金の分を返金しろっていう言われたとかいう書き込みがあって。いや、それは。さすがにどんなブラックやねんと思ったけど、それはさすがに持っとるだけか。そんなんやったら全部の手当そうやんな。やな、確かに。まあ、入社後にこの制度ができて利用してもいいわけやから、まあ俺は今の会社が返還制度を使うってなったら、まあ先に手を挙げて負担してもらうわ。そんな感じで、福利厚生として奨学金代理返還制度を導入する企業が増えてきている件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。
このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。